はようございます。今ね、月曜日の朝7時20分でございます。今週も頑張ります。蜂蜜の味がしてね、美味しい。で、これも使う。もうね、部屋が荒れ果てております。本当に。荒れ果て放題。モンスター飲む。今日は撮影だから。またここに来ました。私セルフケアとかさ、全然ちゃんとやってないからさ。でもこれ持ってたの。ウェレダのね、アルニカだったかな。あ、お揃いって思って。イニシエのオイル。引っ張り出してきてさ、まだ大丈夫そうだったから。やっぱりこれ良かったよ。マッサージオイルなんだけど、これでやったらね、足の疲れがすごい取れた。あとね、これも引っ張り出してきました。私的にこれすごくいいんだよね。ナリンのハーブオイルが疲れた時とかリフレッシュしたい時とかにこの辺にグリグリグリってするとすごいハーブの匂い。こういうロールタイプになってる。この2つがすごくいいですね。今日はお天気が悪いですな。毎度毎度の先週できたことを書いていこうと思います。これよかったよ。銀河の片隅で科学夜話。夜寝る時になんか科学の本読みたいなっていう時。あ、ちょっと待って。ちょっとネイルやろうかな。突然の爪がね、えらいことになって普通に YouTube 撮ってるの。美意識低すぎでしょ。最近小説を書いてて、高校生の話なんだけど、自分より頭のいい人しか出てこない小説で、書いてる人より頭がいいからさ、私が勉強しないと彼らの言葉を書けないっていう状況に今陥ってます。優しい寛大なキャラクターを出したいなって一人先輩役で思ってるんだけど、その優しさも自分の範疇の優しさしか書けなくて、自分の知ってることしか書けないっていうところにね、今ぶつかってるおさじの誰っていう色です。最近なんか週末にショート動画を作るのがルーティーンになってるんだけど、楽しいんだよね、ショート作るの。 YouTube 始めてみたいなっていう方がいたら、ショートから作るのいいと思う。自分の好きな曲でさ、動画作れるのが最高なんだよね。あれ知らなくてさ、私最近知ったんだよね。本当に楽しい、ショート作るの。日常の何でもない光景でも連続させればショートになるし、音楽つけると魔法みたいにちゃんと動画になるからね。私も真似してルラボ続けよう。乾くの待ちます。では書いていきます。日曜日の日記と先週できたことと今週の目標。先週は小説がかなり書き進められたっていうのと、図書館で大量に本を限界ギリギリまで借りてこれたので、来週の目標どうしようかな。毎度毎度ね、私は週明けにいつも目標とできたことを書いております。これ使ってるノートはいつも通りロリアのゴールブックを使ってます。勉強する、小説を書き進める、散歩する、Vlog 撮る、お掃除こまめに、セルフケア強化、また YouTube の影響すぐ。だんだん天気も悪くなってくるしね。そういうなんかゆったりした1週間にしたい。今週も書けました。はい、続いてこちら MD ノートの方なんだけど、日曜日にショートアップしたので丸ポチだ。今週の予定をどうしていくかだよな。これはあってないような予定を書き込んでおります。また今週もね Vlog になってしまいます。このハビットトラッカーもチェックしていきます。小説が書けた日っつって、やったー。ひとまずこんな感じ。ゴールブックの一番最初についてる一言日記も書いていきます。いつも寝るギリギリまで小説書いてるから、前日に書いた分の整合性が取れてるかどうかのチェックをね、毎朝してます。結構ね、寝るギリギリに書く文章が良かったりするんだよね。小説を書くっていうのが中心の生活にだいぶなってますね。早く完成させたいなと思って頑張っております。はい、飽きるの早いですね。お天気のせいにしてるし、しかも。これマック買ってきてね、ウキウキでジュースだけじゃなくてポテトも外で食べました。なんかね、小学生に見られてた。買ってきました。マック、スパチキ。一番好きなやつ。もうお腹空いちゃっていただきます。この日はね、無水カレーを作りました。これお肉。
はい、また2日目でございます。やっと今日も頑張っていこうと思います。この抹茶わらびを買ってきました。今日あったかかった。この部屋の日当たりがあんまり良くなくってさ、建物の中でずっと頑張ってるとさ、世界がどんなかなんかわかんないんだけど、朗らかな世界がさ広がってたよ。これ朝ごはんにさ1個ずつ食べようと思って朝からね今1時間ぐらいやったんだけど、今これぐらい1167文字。今日はなんかあんまり進んでないんだけど、1時間でねやっぱ1000文字ぐらいしか書けないな。昨日がね本当にダメだったんだよね。やる気っていうかなんか多分お天気が曇りだったからだと思うんだけど、夜やっとちょっと作業できたかなっていうぐらいのめっちゃリアリティある味してる。一瞬海の味した。美味しいです。とは言ってもね、やっぱりお天気で結構やる気っていうのが左右されることあるよね。やっぱり晴れの日が一番ね調子がいいなって思います。この日はね前日と違ってお天気だったから昨日よりはねはかどってたな。やっぱりお日様の光を浴びないとやる気が出てこないからね。この日も山口一郎さんみたいな真っ黒な服着て外に出てました。ちょっと机の上ひどいな。なんか突然ねやる気が今なくなってしまったので、これをちょっと読んでます。この間また借りてきたやつ、科学の教養366日っていう本。汚くないこれえらいこっちゃだねこれ。これもう使ってないし最近。ゴロゴロしてるまたゴロゴロしてるんですけれども、この人今日の晩ご飯どうしようかってまた考え始めたし、本読もうにもさなんかそれも嫌なんだよね。転がっております今。いやちょっとやろうかなって思って、ね、夜に期待してます。夜にね YouTube の編集もやんなきゃいけないんだけどね、それもさ座ってやんなきゃいけないじゃん。横になってたいのよ。動画編集なんてさギリギリになってからじゃないとできないんだよね。作るの早い方だと思うんだけどさ、そんなにいろんなシーン入れてるわけじゃないからさ、水曜日木曜日あたりにならないとさ作り始めないんだよ。やる気出ないよ今お昼なんですけどね、ちょっと昼寝してました。このナリンのオイル続けよ。あんまり進んでないんでね、頑張ります。なんかね、今面白くないんじゃないかっていう時期に来てて、何がために私はこれをやってるんだっけっていうと我に返るフェーズまで来てしまっていてそれをね一旦脇に置いてやることが大事なんだよね。それがものを完成させるっていうコツなような気がしてる。その一回我に返る時間を、自分をこう騙すところまでこう持っていけるかがコツだよね。なるべくこう自分の正気を失っていないと、上見たら上いるし上しかいないっていうフェーズに行ってしまうと、寝跡すごいな。座ってずっと考え事してるとね、なんかだんだん精神がおかしくなってきます。水間やうわドゥンドゥンひだな。話の構成がつまんない気がするんだよね。起承転結っていうものがなくてさ、私の場合ねキャラクターから先に作るから、その物語ってそのキャラクターの日常がベースにあってどこを切り取るかっていう感じで話を書いてるんだけど、人生ってそんなに起承転結ないじゃん。なんか単調になっちゃうんだよねどうしてもさ。しかも話好きだしさ、私が書く登場人物ってさ切り取り方がうまくいかないと起承転結がない、ただダラダラ喋ってるだけの話になっちゃうんだよね。まあそれもいいんだけどさ、そういう話も好きだし、椅子に座って面と向かって人物が喋ってるだけの話を書いたことがあるんだけど、もうデータどっか行っちゃったけど、しかもさ私文章を打つのこの位置にちゃんとやってなくて自己流で打っちゃっててさ、それがまた文字を打つのが遅いっていうことの原因の一つにもなってる。場所変えてやってみようかな。前にコメントでさ外作業動画どうですかって言ってくださった方がいてさ、それやってみようかな。物作ってる人って昼間どうしてる？本当に昼間さ我に返っちゃうんだよ。面白いですかって自分で自分になんか問いかけてしまう誰か配信やってくれ。意外とね料理もしてて、サバ缶とトマトとキムチのスープをこの日は作りました。
ダラダラしてても仕方ないからさ、外作業しようかなと思ってさ、キーボードも持ってくわ。これ持ち運びキーこれ持ち運んでる人いる？これお気に入りの帽子なんだ。これかぶってく。リーチフォーザスターズのやつ。ディズニーランドって書いてあるのこれ。これ発売日にすぐ買いに行った。これつける。あずまや探してくるわ。なんかね、カフェとかじゃなくて、唐突に外の風を感じながら作業したいなっていう時がやってくるんだけど、定期的に。あんまりね、いい場所が最近はないよね。はい、ピクニックにふさわしい素敵な飲み物を買いに来ました。これね、行きつけのコンビニでほぼノールックでこれ買ってます。意気揚々とビールを買ったんですけれども、もしかしたらね、公園って飲酒禁止のところあるかも。ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。なんか日本って路上で飲んじゃいけないところとかもあったっけ？渋谷区がダメなんだって。公園の看板にね、いろいろ書いてあるので、見てみてください。真似する人いないと思うけど。ナイキのズボンにオンの靴履いてるからね、これ調子こいてる。この公園はね、花火はダメだったな。だけどさ、これやってる間ね、職質されないかちょっと心配だったんだよね。何やってんですかって、なんか誰かに言われないかなと思って、おじいちゃんがさ、すごい近づいてきてさ、ぬーんってこう見てたんだよね。で、こんにちはって言ったんだけどさ、こんにちはで終わったんだけど。あずまやなかった。で、ここね、下にアリンコいなかったらここに座り込んでやっちゃうんだけど、アリンコいるからね、ちょっと座れないでしゃがんでやってました。でもはかどるわ。外作業が終わって家に帰ってまいりました。結局ね、1時間ぐらいなんか散歩したり作業したり、こうね、外でやるとはかどるわ。で、イオン行ってね、買ってきました。お客様感謝デーだったからいっぱい。ニラとか、えのき。これね、我慢しようと思ったんだけど、20% 増量になってたから、せっかく運動したのに買っちゃった。昨日もマック食べたのにさ、卵値上がりしてんだって思ってびっくりしちゃった。バナナなんか憂鬱な気分とかにいいらしいんで。キャベツってもう春キャベツじゃなくなっちゃったのかな。硬いいつものキャベツになってた。ボディーソープ、泡タイプ。私泡あんま好きじゃないけどしょうがない。イオンのね、この安酒。いただきます。うまい。ここにね、小説の何が起きたかとかっていう年表とかをね、書いてみました。ガシガシ使ってる。これダメだね。やっぱトラベラーズノートのゴムじゃないとダメだ。Amazon で買おうと思います。外側も欲しい。すごく。ブルーとね、ブラックで迷ってる。だけどこれメモにしか使わないからさ、インスタで載っけてる方のやつよく見てる。赤いの今流行ってるよね。さあ、もうちょっと頑張ろうと思います。海へ出て漁師会に出て旅の宿桜の香り。晩ご飯作り終わりました。麻婆豆腐とエビのサラダを作りました。お風呂入ってきます。お風呂出てね、また作業再開しました。やっぱりね、外に出るとやる気が違いますね。この日はぐんぐんと夜ははかどっていました。カフェとかでもね、作業やったらもしかしたらやる気が上がるのかもしれないけど、やっぱり風を感じながらやるっていうのはね、良かったよ結構。で、2時です、これ夜中の。でね、このキーボードね、可愛いんだけど、結構こうコトコト音が大きいので、共暮らしの人にはあまり向いてないかもしれない。これも小さな音でやってました。自分はね、やっぱりもともと夜型なので、夜の方がね、全然はかどりが違いますね。水曜日の朝になりました。昨日は夜中一回起きてね、書き物してました。っていうかまた嫌な夢見てさ、なんか FPS のゲーム形式のやつですごい疲れちゃった。見つかっちゃったし。最後、編集しないとまずい時期に差し掛かってるので、編集の前にちょっと小話確認します。これで高さ出してる。
マスキングテープで高さ出してる。なんかノート書くか。月曜日から書いてない。まずいぞ。月曜日何やってたかも思い出せない。東屋ってわかるかな？公園にさ、ある、なんか、こういうさ、なんか、屋根がついててさ、ここにテーブルがあって、こうベンチみたいなのがあるよ。こういう建物が公園にあったりするんだけど、こういう風を感じながらここで作業したいなって思って。皆さんは夏休みの宿題を9月1日にきちんと提出できるタイプの子供でしたか？私は、10月になっても提出できず、先生にもういいよと言われた中学生の思い出があります。なので動画の編集もギリギリ。よし。こういう風にね、ちょっと工作してね、見せたらまずい部分はこんな感じで貼り付けて隠蔽工作しております。やっぱね、ノートって自分の思ってること、いいことも悪いことも書いた方がスッキリするからね。この日はですね、もうこれから夜中まで動画の編集をやっていました。なので、編集はね、だいたい1日から丸2日かかるっていう感じですね。週の後半がもう佳境っていう感じでやっております。もっと余裕持ってやれよっていう感じなんですけれども、また長い Vlog になってしまいましたが、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。もしね、自分も何か作ってるよという方がいらっしゃったら、ぜひコメントをしていただけたらすぐ見に行かせていただきますので、よかったら教えてください。前回の動画のコメント欄でもね、勇気を出して教えてくださった方がいて、それでね、素敵な世界を発見することができたので、ぜひぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。X か Instagram よく見ておりますので、よかったらそちらのフォローもお願いいたします。ではね、なんだか私の苦悩の Vlog になってしまいましたが、ここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。では、焼き鳥でした。